高橋是清による日露戦争の戦費調達とその困難。イントロダクション。日露戦争は、日本の近代化における重要な転換点でした。この戦争で勝利するためには、莫大な戦費が必要でしたが、当時の日本にとって、その調達は極めて大きな課題でした。その困難な戦費調達を成功に導いた中心人物が、高橋是清です。彼の卓越した手腕と、その過程での様々な困難について、詳しく見ていきましょう。戦費調達の背景と課題。日露戦争って、お金はどのくらい必要だったのだ？当時の日本にとって、巨額の戦費を調達することは非常に大きな課題だったわ。高橋是清は、この困難な状況で大蔵省の重要な役職として、戦費調達の中心的な役割を担ったの。彼は、自身のアメリカでの経験を生かし、国際金融市場での資金調達を積極的に進めていったわ。特に彼の英語力と国際感覚はこの重要な任務を遂行する上で大きな強みとなったのよ。それに加えて彼の実務能力の高さと困難な状況でも諦めない精神力はこの重要な任務を成功に導く原動力となったわ。でも、なんで高橋是清が選ばれたのだ？それはね、彼がアメリカでの経験を通じて国際的な金融についての深い知識を持っていたからよ。また彼の実務能力の高さと困難な状況でも諦めない精神力は周囲からも高く評価されていたの。特に英語力と国際感覚を生かした外交手腕は戦費調達には不可欠な要素だったわ。彼の経験と能力はこの重要な時期に日本が必要としていたまさに理想的な人材だったのよ。国際金融市場での奮闘と成果。外国からお金を借りるのは大変だったのだ。そうね。特に当時の日本はまだ国際的な信用が低く、外国から資金を調達するのは非常に困難だったの。しかし高橋は持ち前の交渉力と誠実さで徐々に海外の投資家たちの信頼を獲得していったわ。彼の粘り強い交渉と日本の将来性を説得力を持って説明する能力がこの困難な任務を成功に導いたのよ。特に彼の誠実な人柄と国家のために尽くす姿勢は多くの投資家の心を動かすことになったわ。どうやって解決したのだ？高橋是清は自身の英語力と国際感覚を生かして欧米の金融市場で積極的に資金調達を行ったわ。特にロンドンやニューヨークの金融市場での外債発行を成功させ必要な戦費の確保に大きく貢献したの。彼の努力により日本は戦争遂行に必要な資金を確保することができたわ。この成功は日本の国際的な信用を高めることにもつながりその後の経済発展の基礎となったのよ。国内での資金調達と国民の協力。国の中でもお金を集めたのだ。その通りよ。高橋は国内でも国債を発行して必要な資金を集めることに成功したの。彼は国民に対して戦争の重要性と国債購入の意義を丁寧に説明し多くの人々の協力を得ることができたわ。この国内での資金調達の成功は国民の愛国心と高橋の説得力が結びついた結果だったのよ。すごいのだ。でも、どうやって人々を説得したのだ？彼は国民に対して戦争の重要性と国債購入の意義を丁寧に説明したわ。また彼自身の誠実な人柄と国家のために尽くす姿勢が人々の信頼を得ることにつながったのよ。特に困難な状況でも諦めない姿勢は多くの人々の共感を呼んだわ。そしてこの経験は後の日本の経済発展にも大きな影響を与えることになったの。まとめ。高橋是清による日露戦争の戦費調達は近代日本の財政史における重要な出来事でした。彼の国際的な視野と実務能力は困難な状況を乗り越える原動力となりました。この経験はこの日本の経済・財政政策にも大きな影響を与えることになったのです。特に国際金融市場での活動と国民の信頼を得る手腕は現代にも通じる重要な教訓となっています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。